はい、皆さんこんにちは。盆栽推奨員の松江です。今回は、ご紹介する動画なんですけども、目摘みという動画です。目摘みというと、皆さん目切りと誤解されるかもしれません。目切りっていうふうな、作業っていうのは黒松では一般的には有名なんですけども、目切りっていう作業を行う前に目摘みという作業があります。でその、一般的には緑摘みとも言われます。その作業をすることで、力の強すぎる部分のところを抑えて、弱い目とか、そういったところに、力を流すというふうな、作業になります。非常に重要な作業なんで、4月の中旬から5月の中旬頃まで、この時期に、行っていきます。はい、それでは始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、この黒松をご覧ください。これは愛好家さんが、未生から作った黒松なんですけども、まず皆さん気になる点としてはね、これが、いわゆるロウソク芽と言われる芽です。こういうふうにギューンと伸びてますよね。でこれは、黒松とか赤松とか、一般的な盆栽っていうのは、樹勢っていうのは頭の方の樹勢っていうのが強いんですよ。樹勢っていうのが木の力ですね。この幹から流れてくるこの芽をぐーっと動かす力、これは樹勢ですね。でその樹勢が、どんどんもう強くなってると。で下の方を見ていただいたらあんま伸びてませんでしょう。この下の方の芽はね。で上の方はすごく伸びてて、下の方がこういうふうに伸びてない。これをそのままにしておきますと、どんどん上の方はぐんぐん伸びていきます。どんどん伸びていきますけど、この下の方っていうのは結局枯れていくんですよね。そのまま置いておきますとね。でも盆栽の場合は下の方の枝も必要で、やっぱり樹形のバランスとかそういったものをやっぱり取っていくには下の方の枝を残していかないといけない。下の方の枝を残していくと同時に、この頭の方と下の方の力のバランスっていうのをほぼ同じぐらいの力のバランスに持っていかないと、綺麗な美しい姿っていうのを整えることはできないんですよね。だから、今の時期、4月の中旬から5月の中旬までの時期にこのように緑芽って言って、こういうふうなろうそく芽が出てきたら、まずこの大きすぎるこの芽ありますね。でこの芽を結局摘んでいきます。はい、それでは、今からちょっと説明していきたいと思いますね。この芽があるんですけども、この芽を皆さん見ていただいたら、まずこの芽の場合だったら2つの段階で、考えていく必要があります。この1箇所のこの芽のところから1,2,3,4つ芽が出てるんですけども、その4つの芽を枝っていうのは2つにして作っていかないといけませんので、2つ2つ結局芽を残して作っていかないといけません。それはなぜかって言いますと、3つ枝を3つっていうのか、この3つを以上芽を残しますと、そうすると1箇所のところが、1箇所っていうのか、この根元の部分ですね、ここのところがコブになってしまうんですね。ですから枝を2つ2つに残していきながらっていう風な感じになりますから、これの場合だったら1,2,3,4、4つ目がありますよね。で真ん中の一番この力が強すぎる目っていうのが、もうこの段階で2つの目にしておきます。ですからこの真ん中の目っていうのはこれはもういりません。これはもう切っておきますね。でここに1つあって、ここに1つあって、ここに小さな目が1つあるっていう風な感じになってますけど、今これ3つになってますね。で3つになってて、で今度こっち側の目もこれは切るという感じですね。この小さな目をこれ取りました。これ小さな目を取って、今から緑目を摘んでいくっていうような作業になります。これを結局緑目っていうのを皆さんこれ見ていただきましたらね。そしたらこの緑目って葉芽って言って、この葉っぱになる部分、この葉っぱになる部分ですね。こういうふうにこの葉っぱになる部分っていうのは、ここに今ピッ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 と白い芽がついてるの分かりますかね。分かりますか。分かりますかね。ちょっとね、カメラさんしていただきましたけど、このピッ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 とついているこの白いところのこの芽、これが結局葉っぱになる芽です。この葉っぱになるんですよね。でこの葉っぱになる芽を必ず残して、この部分からポキリと折ります。これが緑目摘みですね。この葉っぱをこれ残すっていうことなんです。これをね。でこの葉っぱを残して折るんですけど、
これ今こう2つ残しましたよね。2つ残しましたけど、こっちは大きいでしょ。で、こっちはまあちょっと中間ですよね。ですから目の2つのバランスも同時に整えていく必要がありますから、この場合でしたらこの根元の部分を見ていただいたら、よく見ていただくとハメがねないところがあるんですよ。ハメがない。この根元の部分は先端は白いのがピッ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 といっぱいついてますからますけど、この根元の部分っていうのはこのハメがないところがあります。でこの必ずハメを1つでも2つでも残してこう折るっていうふうに、ハメが残ってますよね。必ずハメを残してこう折ってください。で片方の目がこのぐらいで折れましたから、今度はもう片方もこの目と同じぐらいの大きさでこういうふうに折ります。こうですね。でこれがまあ緑目摘みっていう作業になります。ですからこれちょっと順にちょっとやっていきますから、もう一つやっていきますよ。この奥のまあここの目ですね。この目の場合だったら見えますかね。この目の場合だったら一つだけギュンとこう伸びてますね。でこの目の場合だったらだいたいこの葉っぱの葉芽があるところっていうふうなところでだいたい1列か2列ぐらいを残してこのようにして折る。わかりますかね。でちょっとこっち側の目は頭の方に比べてこう伸びがそんなにめちゃくちゃは伸びてないですよね。わかりますか。こっち側ねあんまり伸びてませんでしょ。ですからこの目はあんまり伸びてませんから、軽く先端をつまんで軽めに折る、ね、これで力が随分抑えられたと思うんです。頭の方をね。で頭を抑えられて下の方もこのように緑目でこう多少のこの強弱はありますけれども、下の方の力に、今まで言っていた頭の方の力のバランスっていうのが下の方にも力が流れるようになるわけですね。でこの状態を、緑目摘みと、こういうふうな手入れのことを緑目摘みと言います。はい、今回は、緑目摘みという、緑目摘みというか目摘みですね。でそのろうそくっていうこういうふうな目を、摘むっていう作業をお送りしました。この作業をすることによって、今度は6月の中旬とか、7月までぐらいに行われる目切りっていう作業に、導入する前のね、結局この力のバランスをある程度その前に少しでも整えておくということです。まだ今でも頭の方が受精は強いですし、下の方が受精は弱いんですけども、それでもその目切りをする前の結局そのまでに力のバランスを整えるというふうな、そこのところが肝心ということですね。そのままにしておきますとさらに差が開いてしまいますから、今のうちに少しでもバランスを整えておくということですね。はい、では、今回は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また、疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。